どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウムの買い物で失敗したことはありますか？自分はめちゃくちゃあります。正直、とんでもない金額を毎年消費しており、振り返って考えたくないというのが本音です。数年前までは1年間で使ったアクアリウム用品の総額を集計して動画にしていたんですが、実際に使ったという証拠がないことや、そこまで視聴者さんの興味も得られなかったのでやらなくなりました。この動画企画を考えた時はもっと反響あるかもと思ってウキウキだったんですけど、やっぱ淡々と使用金額語るだけじゃダメでしたね。1回目の動画は当時の自分としては結構見てもらえた部類だったんですが、2回目の動画から露骨に落ち始めたので、内容にもうひとひねり必要なようです。そんな感じで動画ではまとめていませんが、毎年結構な額をアクアリウムに費やしている自分が、これだけはちょっと買ってほしくないなと思う商品が最近出てきました。こういう言い方をすると誤解が生まれそうなんであれなんですが、そう思うに至った経緯や理由などがあるので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。少しでも知らずに後悔する人をなくしていければ幸いです。それでは早速本題に入るんですが、ずっと買い物をしていく中でアクアリウムで買ってほしくないなと思うようになってしまった商品があるんです。それは何なのかというと、組織培養水草です。おい、ずっと前から組織培養水草はコスパも良くて最強だって言ってたじゃんと思われる方が大半なのではないでしょうか。確かに組織培養水草はとてもいい商品です。ちなみに組織培養水草を知らない人にも一応説明しておくと、無菌のカップで培養された水草たちのことを指します。組織培養水草は自分が大嫌いなスネールの混入はないですし、1カップあたりの価格は決して安いとは言えませんが、言っても1000円くらいですし、それに見合わないレベルでみちみちに水草が入っているため、ポットや鉛巻きの水草を買うよりも圧倒的にお得です。おまけにミスト式管理にも適しており、余ったら水上栽培するもよし、水中でストックするもよしな万能なやつです。特に自分がいいなと思っているのは、安定して流通されているということです。基本的に生態や水草もそうなんですが、シーズンによってはなかなか流通されない種類とかもあって、欲しい時に買えないということが往々にしてあるんですよね。生態は言わずもがな、ブリードしている卸業者やワイルド個体の輸入状況などによって全然出回らない時期がある生態もいます。水草に関しても水上用であればやはり暖かい時期の方が流通量としては多いでしょうし、成長が遅かったり貴重な水草はそれだけでも手に入りにくいです。そんな問題を克服してくれるのが組織培養水草で、無菌で培養する関係上安定して生産できるため、他の水草よりも圧倒的に流通量が安定します。育成するまで時間がかかる陰性水草に関しても、やはりしっかりと全国に流通しているのを見るに、菌や病気のトラブルがない無菌培養はやはりぶどまりもいいのだと思います。これに関しては個人的な感覚の問題なので、実際に無菌培養が通常の育成よりも多く流通させることができるのかはわかりません。ただ少なくとも今までいろんなショップに足しげく通ってきた経験では、水上水中育成の水草よりも安定して供給されていると思います。最近は特になかなか市場に流通してこなかった種類の水草も組織培養化されることによって安価で入手性が高くなっているため、今後も組織培養水草のラインナップは増えてほしいです。おい、買ってほしくないって話じゃなかったのかとまたまた思われていそうですが、それに関してはこれから説明させてもらいます。まず、現在組織培養水草を販売しているメーカーはいくつかあります。一つ目は皆さんご存知 ADA。バイオ水草の森という名前でいろんな水草を販売しており、組織培養といえば真っ先に思いつくのはこちらなのではないでしょうか。個人的には ADA の製品にしてはとてもリーズナブルな値段で売れているので、ADA を毛嫌いしている人にも使ってほしいと思ってます。2つ目はトロピカ。こちらはワンツーグローという名前の組織培養水草をリリースしており、ADA と同じくらい知名度があるのではないでしょうか。自分が思う組織培養二大巨頭はこのトロピカと ADA です。
このトロピカの組織培養は種類も結構豊富で、最近になって新しい種類も出てきているため ADA と合わせておすすめのメーカーです。ただ組織培養の中では ADA よりも若干高めな価格設定のところが多いので、そこら辺は購入するショップで比較検討してみましょう。ADA と違って通販で購入することもできるので、入手性に関しては圧倒的にトロピカに軍配が上がります。3つ目はオリエンタル。こちらは Easy Grow Plants という組織培養水草を販売しているところだと思います。最近また違うパッケージになっていたので定かではないんですが、ラベルを見るにおそらく同じなのではないでしょうか。組織培養を扱ってないようなホームセンターとかにも売ってることがある比較的安価なメーカーです。個人的にはこの組織培養でしか売ってないブセとかもあるんで、もっと種類が増えてほしいところ。イメージとしては、なんか急に新しい水草をリリースして一瞬にして見なくなるってことを何回も繰り返している気がしてます。白色のバコパとかルドビジアダークオレンジとか。4つ目はアクアスピリッツ。比較的最近出てきた組織培養で、大阪の卸業者が販売しているようです。大型ペットショップとかによく売られている気がします。ラベルは明らかに ADA に寄せているため、多くの人からパチモンと呼ばれがちですが、今まで紹介してきた組織培養の中で一番安価であり、種類も徐々に増えてきているため期待したいところ。ただこの組織培養でしか購入できないような水草はなく、ほとんどが定番種なため品揃え的には微妙。 ADA やトロピカがなかった時の代用とか、価格を少しでも抑えたい人向け。5つ目はスリーパドマ。これが今一番熱い組織培養をリリースしている会社で、インドに拠点があるため日本には上肌を経由して流通しているようです。この組織培養はおそらくショップで見ない日はないレベルで浸透しているのではないでしょうか。グローウォーという名前でとんでもない数の品種を取り扱っており、今もなお盛んに新しい種類の水草をリリースしています。価格に関しては ADA トロピカより安く、アクアスピリッツよりも若干高いくらいの立ち位置でコスパもいいです。ここが一番勢いがあって、ここ数年で頭角を現してきており、もしかするとすでにトロピカや ADA と並ぶか、それを超えるレベルで組織培養水草をリリースしています。個人的にもこのスリーパドマが組織培養に参入したことによって市場が活性化した気がしています。今までよりも各社いろんな種類の水草をリリースしようと頑張っているように思えるので、やはりライバルが増えるのは消費者としてはいいことですよね。自分としてもめちゃくちゃ購入しているので、これからもガンガン突っ走って他のメーカーを引っ張っていってもらいたい存在です。というわけで、組織培養水草をリリースしているメーカーの特徴とかを交えながらお話ししていったんですが、ここに買ってほしくない商品を販売しているメーカーがあるんです。それはどこのメーカーかというと、スリーパドマ社です。褒めてから落とすみたいなことをさっきからしまくってて申し訳ないんですが、このスリーパドマの組織培養水草は本当に癖があります。正直今まで一度も聞いたことがないような名前の水草を販売してくれるのは本当に嬉しいし、水草好きとしてもたまらないんですが、明らかに乱発しすぎというか、水草の種類に関しては他の4メーカーよりも圧倒的に信頼性に欠けるんですよね。こういう水草の種類に関して自分は無知なのでうまく説明できないんですが、水草の流通名なんて販売会社が勝手につけられるので、そういう聞いたことも見たこともないような名前の水草がグローウォーからバンバン出ているのは、名前を変えて売ってるだけなんじゃないかとなんとなく思ってしまうわけです。現にロタラマクランドラミニバタフライと称して売られているものも ADA のロタラマクランドラミニと自分は違いがわからなかったりします。要は売れやすいように既存の水草をリネームしているんじゃないかってことですね。これに関してはスリーパドマに限った話ではなく、本来の水草とは違うものが本来の水草の名前として流通し置き換わってしまうみたいなことは頻繁にあるようなので、市場全体の問題ではあるんでしょうけど、個人的には名前が変わること自体に問題があるとは思ってないんですけど、それよりも突然変異種のようなものを培養して販売しているのが一番の罠です。
先ほどまでの水草の名前云々の話は、今からお伝えする買ってほしくない商品の前座の話なので、話半分で聞き流してください。スリーパドマ社の組織培養のほとんどはおすすめで、品質もいいんですが、その中でも買ってほしくないのは、ホワイトやプラチナムと名の付く白系水草です。白系水草ってスリーパドマ社以外にも販売しているところはあるんですけど、圧倒的に数が多いのはスリーパドマです。というか、現在進行形でとんでもないスピードでいろんな水草の白色が販売されてます。代表的なところで言うと、前傾層のニューラージやキューバパールなどが挙げられます。他にもポゴステモンヘルフェリーやバコパモンニエリ、果てはブセファランドラまで白系が出ているんです。ポゴステモンヘルフェリーに関しては、斑入りのようなほぼ白に近い亜種も出しており、本当に精力的に白色の水草をリリースしています。直近ではグロッソスティグマの白も出してましたね。正直他にも白系扱ってるメーカーあるんで、それも一緒くたに買わないでほしいと言いたいところなんですが、スリーパドマはこれからどんどん増えていくだろうし、白が緑に戻るどころか溶けてなくなってしまうものが大半です。ショップの店員さんでも無菌状態でないと育成できないから、そもそもカップに出した時点で終わりなんていう方もいらっしゃるレベルです。それだけ難易度が高い水草であり、初心者がうかつに手を出すと痛い目を見ます。特に白系は販売価格がめちゃくちゃ高く、1カップ4から5000円くらいします。そんな水草をあっという間に溶かしてしまったら泣くに泣けないですよね。ちなみに自分は白系水草をすがすがしいほどに溶かしている動画を出しているので、そちらも見てやってください。白って珍しいからどうしても気になっちゃいますし、需要があるからこんなにバンバン出しているんでしょうけど、そもそもこんなに高く売れる水草だったら、フリマサイトなどで自家栽培株が多数出ていてもおかしくないですよね。組織培養カップから出して育成も進んでいないような株を販売している人は何人も見かけましたが、組織培養カップから成長して株が増えたり大きくなっているものは見たことが一切ありません。こういったところからもどれだけ白色が育成難易度が高いのかが分かっていただけるのではないでしょうか。自分のように溶かしても動画のネタで消費できるならいいんですが、皆さんはそうもいかないでしょうし、買ったら買っただけ損すると思います。正直自分も溶かしたくはないですし、動画ネタになるからわざと失敗してるんだろうとたまに言われたりするんですが、全くそんなことはないです。白系水草の絨毯を作りたかったのは本当ですし、そもそも動画一つ作るための投資としてはあまりにも高額すぎるので元が取れません。自分がネタ作りのために失敗してると言われるのは、ただ単にアクアリウム下手くそでよく失敗してるだけです。まあ白系水草も絶対に育成できないわけではないと思いますし、数十株のうち生き残ったやつもいたにはいました。でもそこからどんどん増えていくことはないですし、その状態で維持していても数ヶ月後には消えています。果たしてそれが育成できているというのかは分かりません。というか、グローウォーの白系水草を育てられた人は未だかつて見たことがないです。育成順調に進んでいるという方がいればぜひ教えてほしいと思います。ちなみにショップの店員さんの話によると、お客さんで水上で現状維持できている人がいるというのはちらっと聞きました。それも先ほど言ったように現状維持であり、増えたり大きくなるというわけではないです。そもそも水上でしか維持できないようなものを水草と呼んでいいのかは甚だ疑問ですね。それどころか組織培養カップの中でしか成長できないのであれば、こういった水草が増えるのは正直問題だと思います。数が少なければマニアがロマンを追い求めて購入するくらいでとどめられるんですが、こうも立て続けにリリースされるとライト層にも届く可能性が増えてきますからね。もしファーム側が組織培養カップ外でちゃんと育成できるというのであれば、育成成功した時の条件をいろいろ教えてほしいです。じゃないとここまで流通してて一つも育成報告がないのは異常であり、育たない水草もどきを売っているのと何ら変わりないのではないでしょうか。自分もそんな白系水草に飛びついてしまって皆さんに興味を持たせてしまったことに関して申し訳ないという気持ちがあったため、このように白系組織培養水草についての考えを共有しようと思った次第です。絶対に育成できないとは思っていませんが、相当な熟練者でもない限りは泣きを見るので買うのはやめておきましょう。
というわけで、白系組織培養水草は買うなということでお話ししていったんですが、その中でも一つだけ育成できるやつがあります。それがバコパモンニエリプラチナムです。こちらは普通に育成可能で、溶けることなくポット内で成長してます。緑になりましたけどね。あともう一つ手を出してほしくないスリーパドマの商品があって、それはクリプトコリネスリーパドマシンドゥールです。こちらはスリーパドマが出始めの頃に出してきたウェンティトロピカかなんかを改良した品種なんですけど、マジで成長も増えもしません。ポット内でも育成というか根は張ってくれましたが、一向に大きくもならず株も増えずで最終的に溶けます。これに関しても育成成功例は一度も見たことがないです。その中で一つだけ先祖返りした株があって、それだけすくすく成長してたんで、明らかに改良した品種が育たないのは明白です。これはだんだんとバレ始めたのか、価格が当初の3分の2くらいになっているので、逆に釣られる人が多くなるのではないかと心配。そういった得体の知らないものも混ざってるスリーパドマの組織培養水草。大半の水草は普通に育成できるので安心してください。どこでも気軽に買える組織培養としてぜひ重宝していただきたいメーカーです。ただ絶対にホワイトやキュアものだけは飛びつかずに、育成成功例などの情報が出てから買うようにしましょう。成功した例があったとしても、おそらく難易度は他の水草より10ランクくらい上なので覚悟しておいてください。皆さんはスリーパドマの組織培養に関してどういったイメージを持っていますか？よければコメントで教えてください。というわけで今回はここまで。